免責事項及び視聴者へのご注意本動画は、中国の非正規市場に関するネット上の噂や独自情報に基づき構成されたドキュメンタリーエンターテインメントです。性質上、情報の一部に推測や事実と異なる内容が含まれる場合があります。また、偽造品スーパーコピーの製造、販売、輸入は法律で固く禁じられています。当チャンネルはいかなる違法行為も推奨、助長するものではなく、視聴者に対する注意喚起を目的としています。いかなるトラブルや損害についても、当チャンネルは一切の責任を負いかねます。皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、スーパーコピーの話を、裏話をですねしていこうと思っております。で、非常にですねディープな内容になっているので、3つの動画に分けて解説していこうかなと思っております。で、ぜひ皆さん見逃さないようにですねフォローお願いいたします。さて、スーパーコピーのですね歴史を語るにあたってですね、絶対に通れないのがですね、通称 C 工場と言われているところなんですよね。で、この C 工場というのがですね、伝説的な存在となっておりまして、何をしたかというと、まず1つ目、セラミックベゼルを完全再現してしまったというところですね。で、もう一つすごかったのがですね、これスーパーコピー業界で今までになかったサプライチェーンを作っちゃったというところが、このスーパーコピー業界で、伝説の存在になっているところなんですよね。まず1つ目、セラミックベゼルについてなんですけども、昔の、偽物というところの最大の弱点がですね、時計回りのベゼルが、色がすぐ剥げちゃって、一発で偽物だと分かるような感じだったんですよね。ただこの C 工場がですね、ここの技術突破に成功したことによって、もう見分けがつかないものになっちゃったというところがポイントになります。じゃあどうやってやったのかというところになるんですけれども、実はこれ、時計工場で何かをゴニョゴニョしたというわけではなくて、当時のスマホケースを作っていた工場がゴニョゴニョして作り上げたっていう話だったんですよ。で、それが、スマホの背面に使う、よくある、スマホケースでもあるんですけども、特殊ガラス、セラミックって言われるこの加工技術をそのまま時計部品に応用したことによって絶対に色剥げしない完璧なベゼルを作り上げたそうなんですよね。これを搭載した、スーパーコピーがですね世の中に出回ることによって、今までスーパーコピー業界でありえなかったことが起きたんですよ。で、それはですね C 工場に対して、周りの工場はですねうちにもパーツ下ろしてくれと。今までありえなかった話なんですよね。要は技術の隠し合いだったりっていうのはそこもあったりするので、そういった他工場からの要望があったことに応じてしまったことによって、一生産だったのがもうサプライチェーンへと変貌していったわけなんですよ。結果ここ数年でスーパー業界におけるトップに君臨し続けていたというのがこの C 工場になります。ただですね、ここに関してはですね、嬉しいお知らせもあるんですけども、この C 工場に対してですね、制御の鉄槌が下されております。中国現地政府がですね、2025年7月13日にですね、工場施設並びにこのオーナーの自宅に突入したことによって、オーナー本人が逮捕、工場封鎖というふうになっております。中国政府はすかさずこうやってね、いい意味で鉄槌を下したということに対して私は中国政府に対して感謝申し上げたいと思います。で、実際に逮捕されたオーナーというのがですね、差し押さえと同時にですね、おそらく、ブランド詐欺というところでいくと、冒牌登录商標罪という、罪に、問われて、これから裁判をしていくという形になると思います。実際にはですね、7月13日以降、この件に関しては何らかの報道だったりとか、SNS 上の情報だったりというのはないというところになりますので、中国政府もですね、この被害範囲を調査したりとか、改めてそういった罪を確定するそういったプロセスに入ってるんじゃないのかなというふうに推測しております。で、このオーナーもですね、なかなかちょっと面白い経歴を持っている方でして、最初はですね、一時計好きとしていろんな情報を発信していたそうなんですよ。
その発信をしていくうちにですね、どうしても心眼の判定をしていくとか、そういった基礎知識が身についていった中で、気づいてしまったというのが、スーパーコピーにしたら売れるんじゃねえか、より利益になるんじゃねえかというようなところで、このスーパーコピーを作っていこうというふうに考えになったそうなんですよね。でただですね、これだけだとやはりここまでの規模だったりとかサプライチェーンまでになることはないはずなんですよ。で2つラッキーが続いたんですよね。1つ目は先ほど話をしたその技術突破できたっていうところが、大前提にあるんですけども、もう1つの理由がこれを最大化させてしまった原因にあると私は思ってはいるんですよ。それがですね、C 工場が有名になる前にこの N 工場っていうのがあるんですよね。でそこがですね、中国政府の摘発によって封鎖されてしまったんですよ。そこで空いてしまった市場を C 工場がどんどん作っていくことによって取り込んでいったと。結果これだけの規模になってしまって世界中で被害が出ているという状況になります。幸いですね、この C 工場というのがですね、2025年時点でもう封鎖されてしまっているので、今後こういった被害に遭われる方っていうのは少ないかなと思っております。ただ引き続きスーパーコピーというのは世の中に出回っておりますので、皆さんもですね、正しい知識をつけながらこういった被害に遭わないようにしていきましょう。で面白いことにですね、これさすが中国人だなと思って、私もちょっと呆れるところがあってっていうのが、C 工場が2025年の、7月に亡くなった後にですね、SNS のページを見ていくわけなんですけど、C 工場の製品と語って、それをさらにパチモンとして売ってるっていうところが出てきてます。証拠たくましいといえば、それは褒め言葉になると思うんですが、私はむしろ皮肉として言っておきます。現状分かっていることとしては、C 工場というのがですね、今まですごいスーパーコピーを作った工場がですね、2025年の7月にですね、中国政府によって消滅させられました。皆さん安心してください。いいことです。ではですね、ちょっと次の動画ではですね、C 工場がなくなった後にどういう風になっているのかという話をしていこうと思っております。ぜひ皆さんフォローしていただけると次の動画もですね、早くお楽しみいただけるのかなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。バイバイ。